ちょっと店長、カメラ壊れたんですけど。ふざけんなよ。はい、皆さんこんにちは、アッキーです。はい、これ新型スバルトまあ前もね、帰り道、ちょっと乗りましたけど、ねね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 いインスタでちょっと名前が読めないんですけどね、すごい面白い人がいて、今はそれの真似です。いや、これね、いいわ。めっちゃ走りやすい、マジでこれやばい。正直言うとさ、やっぱデュークのやつをベースにしてるんで、確かにね、乗り心地がデュークに非常に似てます。で、今回はマフラーやりません。前乗ってたスバルトと違って、今回収納されてるんで、マフラーがね、だからやりません。すっきりしてかっこいいし、音を爆音で聞きたいとかそういうタイプではないんで、前マフラーと交換しちゃったけど、純正めっちゃ好きなんで。あ、でも説得力ねえな。説得力ねえよ。塗装もするし、マフラーも変えるし変えちゃったしね、前ね。今からね、どこ行くかっていうと、バイクのね、靴がもう寿命が来たっていうか、もう結構削れちゃってんですよ。で、私身長156センチで、あんまりでかい方じゃないんで、しかも胴長なんで足短いんですよ、めっちゃ。だから厚底のブーツを履かないと、ちょっとバイク乗るときはね、運転ちょっとあんましたくなくて、だからいつも厚底ブーツなんですけど、だいたい4センチとか5センチぐらいのを履いてます。で、その今履いてるブーツがもう結構削れてきちゃって、全然4センチとかじゃなくなっちゃってるんですよね。そうで、前の方もめっちゃなんか傷がすごい、なんか磨いても全然ダメで、めっちゃほらこんな感じでめっちゃ傷がすごいついててせっかくバイクもね新しくなったんで、新しいシューズにしたいなと思います。なんかバイク自体が高いからね、祝いでなんか買うっていうのはあんま金額はそんなでかいの買わないけどいや、めちゃくちゃいいわ、これマジで。走り出しめっちゃいい。スーっていく。スバルトピレーン前のもだけど、やっぱそこは共通してめちゃくちゃいいです。あと前のスバルトよりニュートラルめっちゃ入りやすくなったあとタンクの容量がやっぱ大きくなったから、すげえ助かるんで、それはまだガソリン給油してないんで入れようかな、どっかで。だって大体いつもね1000円満タンで行かないんだよね。カラッカラの状態であんま行くことないんで、ガス欠してから。そう、ガス欠、そう、あ、そうそう、メーターがついてる、ガスの。そう、ガソリンのメーターついてんだ今回。そうなんですよ、皆さん。これじゃあ前もあれか、ついてたか。ついてたけど見てなかったんだっけかな。ちょっと忘れちゃった。ここにガソリンマークあるでしょ、これ。いや、ほんと新型はいいぞ。これ言うとなんか納金さんみたいになっちゃうんだよなていうかあれじゃない、私納金ライダーよりさ排気量多いよね。同じだわ多分くそ。でも数字は私の方がでかいから。実際の排気量はね、新型デューク390じゃないですか。で、あとこれは401って書いてあるんですけど、実際多分一緒なんですよ。でもさ、401って書いてあるから、こっちね、実際の排気量わかんない人だったらね、もうわかんないんだから、そんな。私の方が上だわ。納金さんはね結構エアアップなところあるから、実際の排気量多分知らないと思うし大丈夫だ。だってレギュラー入れる男だからね、間違って会社敗北だよって言ったらね、そうなのって言ってたからね。今もあれじゃないの、もう乗り換えて慣れてないからやらかしてる気がすんなと納金さんにも見せびらかしたいんで、今度ツーリング行こうかな。いやー、いいバイクだなこれ。あんないろいろ言っちゃってた自分が恥ずかしいわ。なんかすいませんでしたこれいいよ、めちゃめちゃいいよ。エリリンともツーリング行きたいしね。エリリンにも見せてないからね、これ見せびらかしたいよね、やっぱり。ここがいいよね。ほらこれ見て、このかっこよくない？これ触りたくなっちゃうよね、こうやってちょっと給油をまだねやってないんで、タイミング合えばやろうかな。あと2024年6月15、16に大阪でモーターキャンプ
エキスポだったと思います多分っていうイベントがあるんですけど、それに私出店することになったんで、そこでまたグッズとか売ったりとか、皆さんとちょっとねお話ししたりとかもできるかなと思います。で、私関東とかそっち系がイベントとか多いので、大阪でやるの初めてなんですよだからめちゃくちゃ楽しみにしてます。ちょっとそのイベント自体がちょっと有料なのでちょっと申し訳ないんですけど、もしご都合あったらお待ちしてます。いやー、大阪でイベントできるなんて楽しみいやー、関西圏の皆さんやっと行けます結構大阪とかそっちの方とかね、あと九州とかもう来てくださいって言われること結構あったんで、やっとねちょっと関西の大阪に行けることになりましたんではい、会える方楽しみにしてます。あと大阪でおすすめのご飯屋さんとかあったら教えてください。おすすめのスポットも教えてくださいたこ焼き屋、おすすめのたこ焼き屋教えてうわ怖え、ちょっとまだ慣れてないなコーナーがちょっと怖かった今。これあれなんだよね、ちょっと重たいんですよね。サイズがありませんでした。足ちっちゃいからね、23とか 22.5 って結構やっぱない時あるんですよね。はい、ってことでちょっと買わずに食べに行こうと思いますはい、ということでね、ちょっとなかったんでネットかなんかで買おうかないやー、今日買える気満々だったのにな、ついてないちょっと撮影もダメだったんですよね。撮影できなかったので、できないけど一応見たんだけど、なかった。いや、ほんといいね、この液晶いいな、かっこよくないこれ。ほら見て、ストリートレイン、ストリートレイン2パターンこれね、ちょっと乗って思ったんですけど、あっちいや、これ排熱あっちいこれ危ねえ、ガソリンが点滅してたぜ。危ねえ、危なかった。おお、これ廃浴だ。ね、これこっちなんだ。こっち側なんでこうだと思って。カラッカラですね。1000円入るかな。廃浴だからな。見えないんだよねこれ、穴が。1000円使い切った。おい、まだ満タンになってねえぞ。おい、早くその点滅消えてもらっていい？全然これ増えないんですけど、これ早く増えてくんね。やめてくんねなんで増えないのこれ怖っ。おお、いきなり増えたいきなり増えた。見た今。1000円初めて使い切ったかも私スバルトでいつも780円とか、いつもね微妙なところでね終わってたけど。はい、ぐるーっと回って反対車線の山岡へ来ました。はい、てって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 てて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 、癖になる味ラーメン山岡屋。めっちゃバイクあるな。ドライダーに人気だよね。やばい。カメラ壊れたんだけど。ちょっとカメラ壊した。スマホのカメラ壊れたさ。何この釣り。始まった。いいでしょってやろうと思ったのにさ、ちょっと待って。山岡屋で並べてみました。かわいい。もっといっぱいあるんですけど、これアクリルキーホルダーかわいいし、これジオラマのやつかわいい。私の
ロゴ入り帽子をかぶってくれてます。インカメになったら治りました。汚れシロ実食いただきます。わあ、うまそう。めっちゃうまい。ライスをこう取ってこれです。うまっ。ごちそうさまでした。マジやばいんだけどこれちょっとこれエフェクトかけてないからね、ノーマルだからやばくない？あ、広角だとならない。あ、でもビリビリ言ってる。さっき山小屋いたからそんな凝ってないけど店長のとこ行ってくるわ。たまにスマホマウントやるとああいう風にカメラが鳴るっていうのはなんか聞いたことあったけど、ふざけんなよマジでよ。 iPhone ふざけんなよ。ついてさ、キーホルダーとか持ってきたからさ、新しいのコラボグッズのやつ、俺こうやってよし通ろうと思ったらドド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 ドもう最悪。おいハスクマのふざけんなよマジで怒ってるぞ。おい携帯振動増やすんじゃねえよ。性能いいのは分かったけどもやめてやめてなんで？だってこれ同じスマホマウント使ってるんですよこれ。なんで振動増えたとしか考えられないよね。どういうこと？せっかくウキウキ気分だったのにさ。お店寄ったじゃないですかさっき途中で山岡屋の前に。あの時はインカメだったから気づいてなかったんですよ私何なんですか本当にもう。私これ12プロ使ってて iPhone の12プロだからそろそろこれで本当いつも撮影とかもしてるんで結構もうボロボロなんですよ。普通の人以上にすごい量動画とかで使ってるんで、使いすぎてあれかな、結構ダメージ効いちゃってたのかなスマホ。いや私のせいじゃない、店長のせいだ新しいの買ってさ、また買ったら嫌なんだけど、またなったら嫌なんだけど、どうしよう。2台持ち勘弁してくれ。ツーリング行けないじゃん。データ移行めんどくせえんだから。ああ、携帯壊れたんで星1ですいや塗装のね色合いとかどうしようかとか細かい打ち合わせしようかと思ってたけど、それどころじゃねえわ。あ、SD カードも容量切れたなんだよ今日。やべえ GoPro も充電なくなってやばい。こっちの電池も切れるじゃねえかよ。ふざけんなよ。ちょっと店長カメラ壊れたんですけど。壊れた。何笑ってんすか何笑ってんすかマジで。聞いてこのなんかいるじゃん。何揺れてんだって。バイクのせいにしようとしてるでしょ。いやそうでしょ。違います。スマホホルダーですね。スマホホルダー同じやつですよ。同じやつだけど、バイクの振動に iPhone 変えられないんですよ。iPhone のせい？ iPhone のせいでもあるし、スマホホルダーのせいでもある。ってことはスバルトのせいじゃないってこと？スバルトのせいじゃないです。本当かい本当かよ。見てくれよこれ。虫入ってるみたいになってんだよ。虫入った？ちっちゃいおじさんいるのかな。なんだよもう。大丈夫。内側オンリー。外髪がアウト。つうか。はい。臭く？さっき山岡屋行ってきた。がっつり。ライスにニンニク乗せたやつをスープに浸して食ってた。ニンニク食べればいいじゃんもう。ふざけんなよ。
ふざけんなよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。iPhone 買えねえといけねえじゃねえかよ。買えればいいじゃねえかよ。やだよ、高えんだから。じゃあインカメラで撮りゃいいじゃねえかよ。インカメラで撮ってらんねえよ、そんなん。全部こうやんないといけないじゃん、全部こう。だりーよ。弱いんすか iPhone って。あ、弱いよ。バイクにつけるなんて考えられてない。あ、まあそうですね。ピントを合わせるなんかがダメになるみたいなことは聞いてます。そっか、じゃあマウント。そうだね、衝撃吸収のやつ。ダンパー。それあるんですか。頼めるよ。あ、そういう商法？商法？あ、そっちだ。マウントのやつあれ買えますよってこう言って売り上げちょっとずつアップさせようっていう。少しでもね。そうなの？嘘だけど。スマホホルダーの本体にこうダンパーってこうそうついてるやつが最近出てるから。それ今ないんですか？今ない。今ない？じゃあそれ早く注文して。注文してお願いちょっと。もう勘弁してよ。バイクのねこれナビできないよ。ちょっといいところご紹介するんで。なんかうさんくうちのグループじゃないんですけど、上信電機っていうところがこちらの近くにあるんで。iPhone 買えってこと？そうですね。多分すぐ早いかな。グルになってんじゃないですか。それもし上信が嫌だなっていうのであれば、山田電機も近くにあるんで、そちらの方に行ってもらえる。どっちも近くにある。すごいいい店員さんいっぱいいるらっしゃるんで。ほらやってんだろ。これダメでこういう相談来たら、あ、じゃあそうそう、あっちにいながら。どうぞ。あ、買わないとどうしようもないから。今回だけ許してやっかな。今回だけ。実際こういうクレーム来るんですか？来ないよね。私携帯壊れたんだけどっていうのはあるけど、それを説明して、あ、そうなんだっていう。楠原のせいだっていうのはなりません。ハスクバーナーのせいってことはない。でもない。ない。あれ？なんか俺もメガネおかしくなってきた。やばいやばい、すげえ。これアッキーのせいじゃないの？これ。さっきの手を持ってない。手を離してください。俺？だからかいいなと思って。持っちゃった。かっこいいな。この丸見え感がいいんですよ。これがいいのよ。ピボのマフラー前の方にこう結構出てるんですごい見えるわけ。うわ、かっこいい。サムネになりそう。雑誌ですか？いやー、マジショックだな、携帯は。いや、私なんだかんだ携帯こういう結構もうクリティカルなダメージあんまなかったんですよ。落としちゃってひび割れちゃったとかはありましたけど、撮影する分には問題ないじゃないですか。これは最悪っすね。撮影なければね別にいいんだけどね、基本的に私スマホで撮ってるんで困っちゃいますね。スマホと一眼とかスマホと GoPro とかなんですけど、電気屋さんでスマホ買ったことないや。そういえばいつも携帯ショップで買っちゃってたから、どんな感じなんだろう、わかんねえや。でも買えるよね多分。買ったことねえけど。あー、着いた。行ってきまーす。マンマミーヤ。マジで買ってきました。新しい iPhone 買ってきました。くそ高いんだけど、久しぶりに携帯買ったからビビった。パソコン買えるんだけど。これ見て、ほら。最悪。バイク新型に買い替えたんですけど、携帯も新型に買い替えたし。帰ります。来ました。かわいい。超かわいい。これはヤモリですか？これヤモリだよ。めっちゃかわいい。エロちゃんです。エロちゃん。全然動かねえ。